その考え方、難問への向き合い方を学んでもらえたらいいなと思います。はい、どうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、2020年東大理系数学徹底解説。今年も東大入試あったんですよ。当たり前なんですけど、その今年のね、東大理系の数学の問題を解説していきます。で、めちゃくちゃね、いい問題でしたね。実力ある人はちゃんと解けて、実力ないとかなり振り落とされる。もう本当にね、全てが差がつく問題だったなと思います。ただ一方で、変な問題っていうものはあんまりなかったんですね。割と自然に誘導に乗っていけばうまくいく。で、かつ、しっかりと普段からこういう問題、こういう風に解いていこうっていう風なパターンを作っておけた人が、今回の問題に対応できたんじゃないかなと思います。だからそのパターンをちゃんと入れてる人だったら、満点取ってる人もそんなに少なくはないんじゃないかなって気はしますね。ぜひね、東大レベルとはいえども、こういう風なパターン化を意識していけばいいんだっていうね、そういったことをこう認識してもらえたらいいなと思うので、ぜひね、最後まで見て、その考え方、難問への向き合い方を学んでもらえたらいいなと思います。結局はね、そこから何を学ぶのか、こういう風に勉強していけばいいんだっていうことを認識するっていうのはすごく重要なんですよ。今回そこについても話しながら解説していくので、ぜひ最後まで見てください。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。東大理系数学2020の徹底解説。まず第1問からですね。これはすごくね、論理パズルで面白い問題なので、しっかりとね、解けるようにしましょう。ABCP を実数とする。で、この3つの不等式があって、これをすべて満たす実数 X の集合と X 大なり P を満たす実数 X の集合が一致しているとする。で、括弧1、括弧2、括弧3、これことを示せという問題です。過去の問題を見ても第1問割とね、単純な問題が多かったに対して、ちょっとね、トリッキーな問題だけど面白い問題という感じですね。で、ここの問題のポイントは、問題文を読んで意味がわかりますかってことですよね。結局数学の問題って、まず日本語で書かれてるものを見て、あ、こういうことかって理解することが重要なので、その与えられた問題文っていうものをどういうふうに自分の中で腑に落とすかっていうことが重要なんですよ。今回は、これをすべて満たす実数 X の集合が出てきて、これを満たす X の集合が一致。このね、表現が嫌なんですよ。でも、これをうまく言い換えられるかっていうことが今回のポイントですね。要は、結局はこの3つの不等式があって、その不等式を同時に満たす、要は連立不等式を解いてあげると、解が X 大なり P ですよっていう風に言えるっていうことなんですね。というのが、この集合とこの集合は1というわけですからね。ということで、この連立等式を解いたらこうなることを示せばいいというわけなんですよ。じゃあ、これが分かれば、とりあえず3つの不等式があって、どれも2次不等式だと。もしかしたら A が0の場合は1次不等式になるという感じですね。で、括弧1、ABC はすべて0以上であることを示せ。っていうのが括弧1ですね。これどういうふうに考えますかね。これ別に難しい問題ではなくて、すべて0以上。要は0以上っていうのは0または正ですよね。だから A が0の場合と正の場合、で B 全部正、なんかわかんないっていう風になるわけだから、裏を返してあげると。全部0以上っていうのは1個以上が負であるっていう場合にはダメだと。要は、配理法を使ってあげる。こういうね、裏を取ってあげれば、うまくいきそうなものは配理法を使ってあげると、ね、楽な場合が多いと。これは配理法を使うと、要は、どれか一つ0より小さい場合に、0未満である場合に、うまくいかないっていう矛盾を示してあげればいいんですね。で、今回対象なんですよ。ABC について対象。今回のポイントは、まず ABC について対象っていうことから、どれか一つを0未満だと置いちゃっていいんですね。だから今回 A が0未満だと仮定しちゃいましょうと。その場合に矛盾が生じるっていうことが言えればいいですね。この前に本当は ABC について対象だから A が0より小さいと仮定すれば良いという一言を添えておくという感じですかね、記述だと。で、その上で A が0より小さい場合にこれと一致しませんって言えればいいんですよ。X 大なり P と一致しない。要はこれが X 大なり P の解にならないっていうか含んでもいいけれどもそれ以外の解が出てきてしまうはたまたこうならないっていう場合を考えてあげればいいと。これについてはたくさん問題解いていれば勝手についてくる、感覚だとは思うんですが二次方程式があった時にこの ax2 乗プラス bx プラス c っていうものがあってこれが0より大きいっていう時はこういう感じになりがちですよね。要はこっち側とこっち側みたいな感じで二分割されると。一方で A が0より小さい場合、イメージとしては、
こういう感じで、ある閉区間の中に閉じ込められるというわけですよね。二次不等式の解としてはこの2パターンがある。あとはまあもちろん全ての実数とか解なしとかあるんですが、全然違う2つの解の配置方法があるなっていうのはなんとなくわかると思うんですよ。だから今回も A が負だった場合、こういう関係によってなんかうまくいかなくなるのかなって思ってくれればいいんですね。で、実際そうなんですよ。A が負の場合、1つ目の第一式がこういう形になるじゃないですか。要は、こうだったり、こうだったりの場合になっちゃって、そうなると、まあ、こっちの左側の場合は、当然解なしですよね。0より大きいってことはないから、解なしで、もう一つ解なしあると、もう全部解なし、すべてを満たす実数 X は存在しないから、まあ、これはダメと。不適。じゃあ、こっちの場合はって言ったら、ここに閉じ込められるわけですよね。で、この X 大なり P ってなるためには、要は P より大きいところ、そこはもう青天井、もういくらでも大きくなっても成り立ちますよっていうふうに言わなきゃいけないにもかかわらず、今回ここの部分で、例えばこれがアルファからベータっていうふうになった場合には、ベータよりこっち側についてはもう成り立たなくなっちゃうんですよ。つまり、ベータや P よりずっと大きい値をなんか適当に1個定めてあげちゃえば、もうその時点でこれが成り立たないわけだから、こっちの X 大なり P の方はちゃんと集合に含まれてるのに、こっちの場合で、この3つの方では、もうここの上、上限がベータって定められている以上、十分その大きい値っていうものは含まれなくなっちゃうということですよね。ということで矛盾っていうことが言えるわけですよ。だからまあ簡単に記述で書くならば、第一式のところにおいて、まあこういった感じで上限が定められてしまう。だからその十分大きい値、X が無限に限りなく飛ばしちゃえばいいと思うんですけど、プラス無限に飛ばしたときに、ここは成り立たない。一方で、X 大なり P の部分はしっかりと範囲に含まれるから矛盾するっていう風に言えばいいと。いうわけですね。で、括弧にも同じような感じでやればいいんですね。ABC のうち少なくとも1個は0であることを示せ。これはまず、括弧1の誘導にうまく乗ってあげるっていうことはまず重要ですね。すべて0以上ってことが言えたわけで、0以上。だから0か正なんですよ。0か正。だけど、0か正、全部正っていうわけにはいかないよっていうことですよね。どれか一つは少なくとも0。これも全く一緒ですよね。配理法を使うんですよ。だから、もうこういう問題見たときに、なんかこう、少なくとも1個は0以上っていうのを示しにくいなって思ったときに、配理法を使うと。で、ちなみに言うと少なくとも1個は0であるっていうことを使うときに、こういうパターンがあったっていうことはしっかり押さえてください。ABC イコール0を示すと。こういうパターンもあったから、まあ必ずしも今回配理法を使うとは限らないんですけど、ABC イコール0を示すっていうのが今回結構難しそうだなっていうのがわかるので、まあ直感的にっていうか見てあげて ABC イコール0に持っていく方法はないじゃないですか。ということで、しっかりとね、少なくとも1個は0であるっていうことを配理法を使って示してあげるっていうことですね。こういうね、引き出しを少しでもたくさん持っておくと、いろんな問題に応用できると。じゃあ、配理法ってことは、少なくとも全部正だと。A, B, C 全部正と仮定して矛盾を示せばいいんですね。で、何の矛盾が生じるんだろうっていうことですよね。A, B, C が0より大きい。まあ、要は0より大きいって場合、これじゃなくてこっちになると。つまり、2パターンあって、すべての場合、はたまた、こことの外側の場合の2パターンになるわけですね。で、こっちの場合は全ての場合、全ての X について成り立つから実質その不等式がないも同然というわけですよね。条件としては。もう全部 OK だからもう気にしなくていいよっていう風になるわけですよ。じゃあこっちの場合考えてあげればよくて、例えば3つともこういう形になっていたら、その共通部分っていうことを考えてあげると、X 大なり P にならないっていうことわかりますかね？その理由、パッと見て。なんでかっていうと、要は、こっち側があるからなんですね。こっち側。もう厄介な。もうめっちゃちっちゃくしちゃえば、もう絶対成り立っちゃうんですよ。X をマイナス無限の方に飛ばしてあげちゃえば、もう絶対にプラスになってますよね。すなわち、マイナス無限に限りなく近い。どっかのタイミングで全てが正になると。ある値より小さくなれば、これよりプラスになっていくと。だからその値より小さいっていう風な範囲がこの共通解として出てきてしまって、それは当然 X 大なり P っていう解の集合と一致しないっていうことになるから矛盾するわけですね。こういうね、もう本当にパッと見たときに X イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b 2乗マイナス 4ac みたいな解の公式を使ってごちゃごちゃやろうみたいな感じに何も考えずにやってしまうのはダメということですね。しっかりとちゃんと分析してあげると。ね、すれば、グラフ的に考えればもう明らかなわけだから、こんなことはしないということですね。これ仮定して、マイナス無限に飛ばしたときに、このちっちゃいところでね、成立しちゃうわけだから、この3つが。おかしいよねっていうことを言ってあげれば大丈夫でしょう。で、これが矛盾するから、ABC のうち少なくとも1個は0であることが示されますということですね。次、カッコ3。P イコール0であることを示せ。要は、これの共通解が X 大なり0
しかないですよってことですね。x 大なり1とかで x 大なりマイナス1ってなることはなくて、x 大なり0と一致しますよっていうことを言えればいいと。p が0ということを示すというわけですね。どうやって示すかっていうと、要はこれを解いてあげれば x 大なり0になりますよって言えればいいんですよね。で、もちろん、当たり前なんですけど、誘導に乗りましょう。もう、カッコ1、カッコ2あって、カッコ3で急にね、こういう流れの問題で、カッコ3だけポーンとやって、カッコ3だけ見て、って解かせることはありえないんで、カッコ1、カッコ2を見て、ちゃんと解くということですよ。要は ABC のうち少なくとも1個は0であるっていうのが確定してて、かつ、すべて0以上。だから0が正というわけですね。で、さっき言った通り ABC について対象だからどれか一つも決め打ちしちゃいましょう。じゃあ、C イコール0として OK と。しても問題ない。対象だからね。っていうことを使ってあげて C イコール0とすると、3つの不等式はどうなるかというと、ax2 乗プラス bx が0より大きいのと、bx2 乗足す a が0より大きいのと、で、ax プラス b も0より大きいのか。で、これパーッと見てあげると、あ、これ x でくくれるじゃんっていうのはすぐ気づいてほしいですね。で、もう一つ気づいてほしいのが、あれここの ax プラス b って同じじゃんっていうことですよ。つまり、これ、同値変形をしてあげてほしくて、要は ax プラス b で割ることができますよね。第一式。で、あとはこういう感じで残りの式が残るというわけですね。ここまでいいでしょうか。じゃあ、あとはこれを連立させ解いてあげればいいんですけど、もう x が0より大きいっていうのはもうこれで確定するんですよ。大丈夫ですか？で、x が0より大きい時って、要は a も b も0以上じゃないですか。a も b も0以上で x が0より大きいんだったら、ax プラス b は0より大きいに決まってますよね。A も B も0以上で X が0より大きい。A イコール B イコール0の場合は0になって不適になるわけだからダメなんですけど、じゃあ今回、A イコール B イコール0の場合はダメじゃんっていうことで、A イコール B イコール0の時っていう風に別個で考えてあげると、これね、実はね、ありえないんですね。なぜかっていうと、C イコール0かつ A イコール B イコール0。要は全部0になってしまうと、これ元の式に代入すると0大なり0と。要は存在しないってことですよね。0が0より大きいっておかしいじゃないですか。ね。だから、A イコール B イコール0の時にはありえないと。これはないよっていうことが言えるから、要は A と B のどっちかが正なんですね。必ず。少なくともどっちか以上が。ということで AX プラス B も BX2 乗プラス A も X が0より大きいかつ A と B のどっちかが0より大きいって言えてる時点で必ず0より大きい。ということで、これはもう不要なんですよ。X が0より大きいっていう範囲の中では。つまりこれも消せて、x が0より大きいというところが確定すると。つまり、これをこいつを解いてあげるともう x が0より大きいというのが確定するから、これと一致する集合は x 大なので p、つまり p を0っていうのね、証明終了という風になるわけですね。はい。とにかく、カッコ1、カッコ2、カッコ3、まず誘導に乗ってあげるっていうところが大事なんですけど、その前に何より、この問題文の日本語をしっかりと理解してあげるっていうことが重要だと。で、結構ね、その日本語が難しくて、それを一発で言い換えちゃいさえすれば、すぐね、解ける問題っていうものが結構あるんですね。最大値、最小値とかうまく言い換えてあげるとかよくあるじゃないですか。だからそういうしっかりと問題文を見て自分がこの問題文だとあまり扱いにくいと。だから自分の馴染みのある言い方に言い換えて、要は馴染みのあるっていうのはいろんな意味があって理解できるっていうことだと式として立てやすいという意味だったりね。今回の場合はこれを解いてあげれば x 大なり p っていう風にすることによってまず理解しやすいと。あと、それ式立てられるんですよ。これを解いてあげればいいんだっていう風になるわけですからね。そういうような感じで式を立てやすいように言い換えてあげるっていうことがすごく重要だというわけですね。あとは誘導に乗ると。あとは入り法っていうものがあるなとか、あと項の括弧に見て ABC イコール0を示すのかもしれないっていうのも頭の片隅にしっかり入れとくと。いろんな引き出しをちゃんとストックしておく。問題を通してストックしておく。っていうことがすごく重要だなという感じですね。あともう、闇雲に解の公式に頼らずにしっかりと、まずはごちゃごちゃやる前にパッと引いてみてみるっていうこともすごく重要ですね。とにかく第一問はね、パズルみたいな問題で、割とね、対策っていうか、その場で見て、なるほど、こうなってるのかっていうことをしっかりと押さえていくという問題だと思うので、これはしっかり復習して解けるようにしておいてください。続いては第2問ですね。第2問めちゃくちゃいい問題ですね。もうね、解ける人にとってはすごく簡単だけど、解けない人にとっては全く手も足も出ない。要はもう実力差がすごく反映した差がつく一問だったなという感じですかね。で、この問題について、ぜひね、解ける側に回ってほしいなと
しっかりね、ポイントを押さえれば全然難しくないので、ぜひね、押さえてほしいと。考え方が大事なので、じゃあ実際に問題見てみましょう。平面上の点 PQR が同一直線上になるとき、それら三頂点とする三角形の面積を PQR で表す。要はもうこうやって面積、三角形 PQR で PQR の面積を表すことにしますと言ってるだけですね。何もなくて、で、ABC を3点として三角形 ABC イコール1とする。要は三角形 ABC っていうものがあって、その面積が1と言ってるだけ。この面積が1。で、この平面上の点 X がこれを満たしながら動くとき、X の動きうる範囲の面積を求めよう。なんかよくわからないとき何すればいいと思います？一旦これね、毎回書くのめんどくさいので S という風にしちゃいましょうか。何をするか。当然、実験してみる。もうこれにつきますね。はい、まず、ここにラージ X 打ってみよう。そうするとどうなるかというと、これよくわかんないけど、ABX がどこかというと、ABX ここか。で、BCX がどこかというと、ここか。で、CAX は、ここか。ってなるんですね。これらの和を求めるってこと。これらの和って ABC じゃんっていうことですよ。三角形 ABC じゃん。それって、面積 1？ 面積1じゃん。あれ、面積1って2以上3以下っていうのはありえないなっていう風になるわけですね。あれ？どこ打ったって、こうなりそうだな。違うわ。X って外でもいいやってことですね。はい、じゃあ、実験丸2。今度外に打ってみましょう。適当にここにラージ X みたいな感じで打ってみますか。そうするとどうなるかっていうと、ABX 足す BCX 足す、もうこの時点で三角形 ABC 超えてますからね。で、さらに三角形 CAX を足すということですね。なるほど。そうすると、ABX 足す BCX って合わせると、この四角形になって、さらに ACX を足してあげてるわけだから、この四角形足すこの三角形。だから三角形 ABC に三角形 ACX の2個分になってるんだなっていうのがわかるわけですよ。これは一応 S イコール三角形 ABC で、これが1と。で、ここは1ですね。っていう風になってるんだなっていうのがわかるわけですね。よし、これでもう解けたっていうのはちょっと早くて、要はこういうパターンとこういうパターンがあったから、他にパターンがないかなとか、ちょっと別のところに打ってみると。で、これ ABC については対象だから、ぶっちゃけここに対して打った後にここで実験する意味はないんですよ。対象だからね。ここに打ったって、ここに打ったって、ここに打ったって同じような感じになるということはわかりますもんね。ということで、ちょっと本当に他はないのかなっていうのをちょっと試してみようか。っていう感じで考えていくと、例えば、じゃあ、ここに打ってみますか。例えば、ここで境目で何かあったりしないかなとか思ってみたりするわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、まず、ABX 足す、BCX を、なんかもうこの時点でなんか違いそうだぞ。足す CAX。全然違うじゃん。っていう風になるわけですね。要は、ABX と ACX とこの BCX。っていう風になるわけだから、言ってしまえば S っていうものは、まず BCX があって、この2つ分ですね。これどうやって見るかっていうと、どうやって見てもいいんですけど、今後、楽をするっていう意味で言うと、BCX2 個分から三角形 ABC1 個引いてあげるっていう風に見てあげると一番早いかなと思います。よろしいでしょうか。ね、これが、まず三角形 BCX というのが1個あって、そこからこれとこれ足すわけだから、これとこれの和っていうのは、これ引くこれと。だから、三角形 BCX2 個分から ABC 引いたのと一緒だよねっていう風に言えるわけですね。で、あと、いろいろ、ちょっとぐらい実験してみると、この本当に3パターンなんだなっていうことがわかるというわけですね。で、この左パターンはありえないっていうことがわかるわけですよ。で、三角形 ABC は1ということがわかる。つまり、どういうことを考えていけばいいかというと、非常にシンプルで、三角形 ABC があります。もう最初の実験が全てですね。こういうふうに平面を分割してあげて、大雑把に言うと、ここの部分と、ここの部分と、ここの部分に分割してあげようっていうのが発想ですね。で、この黄色の部分は、結局 S っていうものが1になって不適というのがさっき見た通りですという感じ。じゃあ、あとは赤と青の部分についてそれぞれ考えてあげましょうというわけですね。じゃあ赤の場合をまず考えてあげると。こうして、ここの部分についてどうなるかなっていうふうに考えてあげると、さっき見た通り、じゃあ例えば、ここにあった場合は、三角形 ABC 足す2、三角形 CX ってなるわけですよね。例えばそのうちの代表に、ここの一角を使ってあげるとしたら、この S っていうのが三角形 ABC 足す三角形 CX の2倍と。
これが2以上3以下になればいいっていうことですね。3×C。これ ABC ね。だから、要は、三角形、ここが1であることを考えると、前辺から1引いて2で割ってあげると、2分の1、小なりイコール 3×CX 小なりイコール1という風になればいい。つまり、ちょっと図が汚いから、さーっと書くと、この範囲で言うと、CAX が、ここの面積が2分の1以上1以下であればいいよっていうことが言えるわけですね。あともう簡単ですね。三角形 ABC の面積が1っていうことを考えると、どういう範囲にあればいいのかっていうことは簡単に言えるんですよ。つまり、これ AC 底面共通なわけだから、高さの比が2対1から1対1ってことですね。の範囲にあればいい。というふうに言えるわけなので、ここを丸1とすると、ここが2分の1で、ここが丸1。として、ここの範囲にあればいいってことですね。よろしいでしょうか。高さがここに比になってるから、ここ1とすると、ここ2分の1の時高さ2分の1になりますね。で、ここ高さ1の時は幅1になるから、この範囲にあれば、絶対にこの範囲にあるということが言えるわけですね。よろしいでしょうか。で、ここの面積はすぐ求めることができて、ここの部分が1で、1対2分の1対2分の1みたいな形ですよね。だからここ面積比は1対、これ2分の3の2乗対2の2乗っていう風になって、ここの部分は1対4-2分の9の2分の7という風になるわけです。ここ。面積は2分の7と。よろしいでしょうか。で、ここの部分が2分の7で、ここも2分の7、ここも2分の7ということがわかるわけですね。同じようにして。次、青の場合を考えてあげましょう。青の場合っていうのは、こことこことここの場合。その代表としてさっきここを挙げたので、ここを考えてあげましょう。ここの場合はさっき見た通り、S の部分が三角形 X とすると、三角形 XBC2 個分から ABC1 個分引いたものが、この S になるわけですね。つまり、こういう風になるわけで、ここの部分が、ABC が1だから、前辺に1を足してあげて半分にしてあげる。すなわち、三角形 XBC が2分の3以上 2以下になればいいんですよ。これはどういう時になるかということを考えると、BC が辺共通ですね。BC が辺共通って、三角形 ABC と考えると、辺は BC 共通だから、それを底辺として見てあげて、高さが2分の3倍から2倍の間にあればいいということですね。つまり、ちょっとちっちゃくなっちゃうんですけど、これ ABC ね。ABC で、BC を底面として高さが2分の3から2。つまりここを例えば1とすると、ここが2分の3から2との範囲にこういう風にしてあればいいというわけですね。わかりますかね。これについては、その高さが2分の3から2、これを高さ1とすると、この範囲にあればちゃんと高さが2分の3から2の範囲にあるなということがわかるわけですね。じゃあ、ここの面積はつったらここが1だからここも1になって相似的に。で、ここが1対1に分けられてるわけだから、これ全体は1対4になるから全体の4分の3ということですね。青は4分の3。すいません。ここ2分の7じゃなくて4分の7だと。ごめんなさい。4-4分の9だからここ4分の7ですね。はい、すいません。ここ4分の7でした。ということで、ここ4分の7、4分の7、4分の7、4分の3、4分の3、4分の3ということがわかるので、4分の7と4分の3合わせたものの3倍。だから4分の10、2分の5の3倍で答えは2分の15ですよということが言えるわけですね。ちなみに補足的にこの X の動きうる領域を改めて図示すると、こんな感じになるわけですね。この面積を求めたわけです。これが三角形 ABC。しっかりとこの問題ね、まず最初に実験してみる。ここでね、もう全てが決まるので、これよくわかんないな。実験してみる。ペッペッペッって打ってみる。ここ S じゃん。ここ S 足すなんとかじゃん。みたいな感じでやって、じゃあこの3つの領域に分けるのかっていうところでもう決まるわけですよ、合否は。しっかりとね、どんなに難しい問題も一回どういう問題なのかなっていうことを実験してみるっていうことをしっかりとね、忘れずに今後も演習積んでもらえたらいいなと思います。はい、続いては第3問目ですね。第3問目は数3の問題ですね。で、これかなりね、基本問題で絶対に落としちゃいけない問題だと思うので、これまだできないよっていう方はしっかりとね、今回学んでもらえたらいいなと思います。全然難しい問題ではないので、絶対取ってください。問題は、マイナス1以上1以下を満たす実数 t に対して、こういうパラメーターが、x 座標と y 座標を与えてますよっていうことですね。こういうパラメーター表示だと。で、
この時に、カッコ1、カッコ2、カッコ3を解いていくと。なるほど。とりあえずパラメータで与えられた図形についての問題だというわけですね。カッコ1。マイナス1から1以下における t の関数 xt 分の yt は単調に減少することを示せ。なるほど。t の関数は単調に減少する。要はこれが t の関数ですよね。で、これを単調減少。要はこの増減を考えてあげるってことは、もちろん微分するというわけですね。何も難しいことはない。もうワンパターンですね。xt 分の yt をまず求めてあげる。これはっつったら、これ分のこれだから、1プラス t が約分されるときれいにね。そうすると、3× ルート1プラス t 分の1引く t か。っていう風になるわけだから、めんどくさいから、gt と置きましょうか。後で ft ちょっと使っちゃうから gt と置くと。そうすると、3分の 1g't っていうものが、これの微分ですね。この微分。これ1プラス t 分の1引く t の2分の1乗って見てあげることによって、まず塊こういうのが出てきますね。2分の1、1プラス t、1引く t のマイナス2分の1乗っていうのが出てくる。かける、この中身の微分っていうことができてくるわけですね。じゃあこの中身の微分はどうやってもいいんですけど、ね、本当は割るのが早いんですが、もうちょっと機械的にやっちゃいましょう。1プラス t の2乗にして、分子の微分と引く分母の微分が1ですね。これでできると。で、ここの部分の分子の部分がマイナス2になるわけですね。マイナス2と。もうこの時点でもう確定ですね。この、ルート、2分の1のですね、これ絶対正、0以上。で、ここの部分も正、これ当然正、ここ正、マイナス2負。だから g'(t) は0より小さいっていうことが分かって、要は gt は単調現象になるから、こういうなりますよっていうことがすぐ言えるわけですね。よろしいでしょうか。ここに対してはそんなに難しい問題ではないので、これ正って言ったけど0以上ですね。正しく。これ0以下と。で、とにかく単調減少しますよっていうことですね。よろしいでしょうか。これただの計算。で、括弧にもただの計算なんですよ。原点と P の距離を ft とすると。P の距離 ft ね。で、マイナス1以上1以下における t の関数 ft の増減を調べ最大値を求めよう。なるほど。ft を求めればいいのか。ft。すごく簡単。ft っていうのは、ルート x2 乗プラス y2 乗ですね。これ y はどっちも t の関数ね。で、考えてあげるんですが、これ1プラス t っていうものを一旦くくり出した方が早いですね。1プラス t をくくり出してあげた後に、ルート、中身は1プラス t 足す9括弧1引く t か。っていう風になるわけだから、1プラス t、ルート10引く 8t か。こうなるから、あとは、この ft の増減を考えてあげればいいですよっていうだけですね。もうめちゃくちゃ簡単。微分しますよね。当然増減を調べって言われたら。もう一回書くと、ft イコール1プラス t ルート 10-8t という風になるから、これを微分してあげると、これただの積の微分ですね。左側の微分は1だから、これそのまま来る。足す1プラス t で、10ルートは2分の1乗として見てあげることによって、10-8t の2分の1かけてマイナス2分の1乗かける中身の微分ということですね。で、これ、マイナス2分の1はルート分の1だから、これもうルート 10-8t で下に持ってきてあげましょう。そうするとこれ 10-8t ってこっちになって、これはこれ約分できるわけだから、分子にはマイナス4倍の1プラス t。だからマイナス4引くマイナス 4t っていうのが来るのか。よって、イコールルート 10-8t、6括弧1引く 2t というふうになるわけですね。もうこれで簡単ですね。これが絶対正だから。これ正、これも正だから、1-2t の、符号だけ考えてあげればいいと。増減を調べって言われてるから増減表を書けっていうことなんですかね。別に増減を調べとかって書かなくていいじゃないですか。最大値を求めようだけでいいと思うんですけどね。増減を調べさせることによって、一応括弧3ではすごく重要になってくるということですね。記述においては。で、2分の1が変わってくると。こんな感じかな。で、ここが0。で、ここがプラスマイナス、プラスマイナス。で、ここまで上がっていって、この値0、2ルートに、計算すると、2分の3ルート6か。っていう風になるので、増減はこの通り、じゃあその ft の最大値はつったら2分の3ルート6が答えですよっていう感じですね。よろしいでしょうか。何も難しいことはないですよね。ただの計算なんで。すいません、ちょっとね、だれてしまって。で、この問題ができない人は、しっかりと、もう本当に教科書レベルを抑えると。もうね、教科書レベルなんでね、これ
ただ与えられた関数、計算する t で起きるね、単純に現象、微分するだけとか増減を調べとかって言われたら、微分して増減表を書いて終わりみたいな、そういうノリじゃないですか。これをね、できないのはちょっと基礎力が足りてないと思うので、しっかりと演習積んで勉強してください。過去3、t がマイナス1以上1以下を動くときの p の軌跡を c とし、要はようやくこの軌跡が出てくるわけですね。で、c と x 軸で囲まれた領域を d とする。原点を中心として D を時計回りに90度回転させるとき、D が通過する領域の面積を求めよう。どういうことだ？とりあえず C があるわけですよ。こいつが動くんだけども、このカッコ1、カッコ2とかがなんかいろいろあるのか、みたいな感じですね。t がマイナス1、まずスタート、出発地点の時に1プラス t が0になるわけだから、出発点が0なんですね。これ t イコール0の時。じゃあ、残りどうなるかっていうことですね。どう動いていくんだろうな。その基本的には、x において微分する、y において微分するで、そのプラスマイナスによって、右斜め上、左斜め上、右斜め下、左斜め下の4方向どう動くかなっていうことを計算していくのが、媒介変数によって表されたグラフの書き方なんですけど、今回の場合は、もう1プラス t、ルート1プラス t っていうのはこれ単調増加だなっていうのがわかるわけですね。だから、x 方向にはプラスなんですよ。よろしいですか？で、あとは、y 方向で考えてあげてもいいんですが、この xt 分の yt が単調に減少っていうのはどういうことかというと、要は傾きが負になり続けるってことですよね。傾きがちっちゃくなり続ける。要は t が0の時、次、例えばこう、t がなんかわかんないけど、ここに来た場合、これが xt 分の yt と。これが無限に小さくなり続けると。つまりこうなっていくわけですよ。t が大きくなるにつれて。で、何かしらこういう図形ができる。っていうのがカッコ1から分かること。だから X は常に大きくなり続けて、かつこういう感じで、どんどんちっちゃくなってくる。傾きがちっちゃくなっていくっていうことが分かると。で、ゴールは t イコール1の時。t イコール1の時は、2ルート2、0の時ですね。ここは2ルート2、0。これがゴールなんですね。t イコール0じゃない。これマイナス1の時だ。マイナス1の時。で、これが t イコール1の時。っていうふうに言えるというわけですね。ここまではよろしいでしょうか。で、こう動くわけなんですよ。こう常に大きくなる感じに。で、これが C で、C と囲まれた図形の面積。だからここの部分が D ということですね。ここが D と。この D が原点を中心として、D を時計回りに90度ぐるんと回転させると、90度ぐるんと回転させる。だからこういうことですよね。こうぐるんと回転させると。そうすると、こいつがどういう風に通過するかってことですね。D がこう変化したとき、どう通過するのでしょうかっていう問題ですね。これどうやって考えると思いますか？誘導に乗る。もう本当にその通りなんですよ。もうカッコ2で原点とここの C 上の点の距離っていうものを、その最大値を求めたわけじゃないですか。で、その最大値の部分、これ t が2分の1のところ、どこでもいいんですけど、ここの部分が最長だったら、要はどう回転させたとしても、ここのなすにかなわないんですよ。ここの部分はもう3ルート6の部分が全て制覇しちゃってるわけですよね。言いたいこと分かりますかね。で、要はあとは残りの部分がどうなってるのかなっていうことを考えてあげなきゃいけないというわけですね。で、ここで一応増減を調べっていうところは生きるわけですよ。最大値を求めようだけじゃなくて増減を調べさせたのは、実はここでちょっと重要になってくるからってことなんですけど、要は、この緑の部分以外のここの部分、例えばじゃあ、ここだとしましょう。ここね。ここの部分で、今、ゴール、90度回転した後に、ここで C の形があったとして、ここの部分がその通過する領域に対応しているのか、それとも実は、ここの直線上ではもうちょい長いところまで行ってるのかっていうところがわかんないんですね。でもちょっと考えてみれば分かって、っていうのも、これ、2分の1から先、ここの部分については、これ単調現象ですよね。単調現象。つまり、これちょっと、タイムリープっていうか、戻してあげればいいんですよ。巻き戻しすると、どんどんこっちの方がちっちゃいんですね。近いんですよ。こっちの方が近い。要は、近いところしか通ってなかったのが、こいつ最終的なゴールのところによって一番長いところが来たというわけなんですね。言いたいことわかりますか？だからこそ、要はここが単調現象がゆえに、ここの部分はそのまま通過する領域の部分は最後の部分だけ見ればいいよっていうことが言えるわけですね。ということでもう一回丁寧に書くと、こんな感じのがあると。
で、これ回転させたらこんな感じになると。いやもう適当でいいんですよ。で、一番長い部分が、さっき、じゃあ緑で書いたからもう一回緑で書きましょう。ここが一番長いとしたら、この部分は絶対にこういう感じで、ここが最強なんですよ。で、残りの部分については、ここの部分が残りますよっていうことですね。で、結果として、ここの部分見てあげれば、ここの部分からこっち短くなるわけだから、一応こっち側も考えなきゃいけないことがあって、ここの部分が更新されないかってことですね。要は、最初ここの部分が、この直線上のその通過領域、占めてた部分なんだけども、ここからはね、どんどん小さくなっていく一方ですよね。ここの部分、さっきの増減表で、ここ増加するってことは、こっち向きに行ったら増加するってことは、こっちで減少すると。より短いものがここを通っていくので、これはもう、ここがもう最強と正義ということになるわけですよ。ということから、結局、通過する領域っていうのは、この扇形とここの部分の合計というふうになるわけですね。で、これ半径3ルート6で、これ当然90度回転させてるから90度。中心角が90度。っていうふうになる。で、この青の部分の和って結局、この C と X 軸で囲まれた領域 D の面積に他ならないんですよね。っていう発想なんですよ。で、これはまあぶっちゃけ、なんでわかるかっていうと、似たような問題があるからですよね。例えば、長方形があって、これ長方形でぐるんと倒してあげるみたいな問題とかもあるじゃないですか。その時に一番長いところがこういう風に締めて、残りの部分のこことここの合計っていうものが結局最初のところですよねとか、そういう問題しょっちゅうあるじゃないですか。そういうのと一緒で、こことここの合計って結局 D だよねっていう風に言えるというわけですね。だからあとは D の面積を求めてあげればいいという感じですね。この求めたい面積 S とすると、S イコールまず扇形ですね。4分の 1×π×3 ルート6の2乗。それに加えて D の領域を求めてあげればいい。これは普通に、ここは0からここ2ルート2までを y×dx と。ydx で求めてあげなきゃいけないけれども、これちょっと t で置き換えてあげたいから、これを変換するんですよね。ここは4分の54だから2分の 27π になって、足す、すいません、ここ3ルート6じゃなくて2分の3ルート6か。だからこれ2分の3ルート6になって、2分の 27π じゃなくて、8分の 27π 足す、ここの部分、t に置き換えてあげると、全部 t に置き換えてあげると、要は、0から2ルート2っていうのは、t に関して言うと、マイナス1から1に飛ばすわけですからね。マイナス1から1。で、yt かける dx dt dt と。これで、あとはもう計算するだけなんですね。プラス、マイナス11。で、yt っていうのは3括弧1プラス t ルート1引く t かける、dx dt っていうのは、これ dx は1プラス t の2分の3乗って見てあげれば、これ2分の3括弧1プラス t の2分の1乗っていうふうに言えますね。dt と。で、あとはこれ8分の 27π プラスマイナス11。この2分の9を先出してあげて、1プラス t のこれ2分の3乗と1引く t の2分の1乗ってなるじゃないですか。これをどういうふうに積分してあげるかっていうことなんですけど、これ、要は2分の1乗っていうものを1個あげれば、1プラス t かけるルート1引く t2 乗っていうふうにできますね。よろしいでしょうか。で、このルート1引く t2 乗って見たら何したいかっていうと t イコール sinθ って置きたくなりますよね。ただ今回はそれをしなくてもよくて、その sinθ って置いてやってもらえればいいんですが、今回はそういうことしなくてもできると。足す2分の9。まずこの1プラス t っていうのをこれちょっと分けると、そうするとルート1引く t2 乗の方っていうのは結局 x2 乗プラス y2 乗イコール1みたいな範囲ができるわけで。その範囲のマイナス1から1の範囲っていうふうに考えてあげると、半径1の円の半分になるわけだから2分の π っていうのがもうすぐわかると。で、今度 t の方なんですけど、t ルート1引く t2 乗ですよね。これ偶関数、奇関数の性質を利用すると。t が奇関数で、ルート1引く t2 乗は偶関数だと。よって t かけるルート1引く t2 乗は奇関数になってるわけですよね。で、奇関数をマイナス1から1、要はマイナス a から a みたいな感じで積分してあげると0になるんですよね。だからこれ0というのが分かって、あとは計算するだけ。はい、8分の 45π か。っていう風になりますと。第3問については、もう本当に教科書レベルだと思うので、しっかりとね、復習して、こういう風に考えていくのかっていうことをしっかりマスターしてもらえたらいいなと思います。次の第4問なんですけど、これですね、文系の第4問と一緒なんですね。で、この東大文系数学
2020の徹底解説の動画も出してるので、そちらでね、もう、解説してるので、そちらにその内容は委ねます。ただね、これ本当にね、めちゃくちゃ面白い問題で、もう理系の人はね、解きながら興奮せざるを得ないぐらいね、めちゃくちゃ面白い問題なので、ぜひね、そっちの解説を見てもらえたらいいなと思います。正直ね、文系でこれ出すにはね、なかなか厳しいっていうか、かわいそうだなって感じはするんですけど、理系の方はね、ぜひね、この問題解いて、面白いなって思ってもらえたらいいなと思います。はい。ただ、解説は、今回は割愛します。じゃあ、続き、第5問に移ります。それでは次、第5問ですね。第5問は立体の問題と立体の体積の問題を求めさせる問題でかなり典型問題なのでしっかりとね、取れるようにしましょう。座標空間において xy 平面上の原点を中心とする半径1の円を考える。この円を底面とし、こう書いてあるんですが、要は、xy 平面上にこう半径が1の原点が中心の円があると。で、ここの z 軸上に002となるような頂点で、こう円錐があるわけですね。これが底面で、ここが頂点となるような円錐を考えましょうと。これを S とすると。で、それは S は内部も含みますよっていうことで、また点 A を考える。点 A はここですね。102との点にあるというわけですね。で、括弧1。点 P が S の底面を動くとき、S の底面、ここですね。線分 AP が通過する部分を T とする。平面 Z イコール1による S の切り口。および平面 Z イコール1による T の切り口を同一平面上に図示せよという問題です。要はこっちが底面で S の場合は頂点が002なんだけど A が102というところにあって、それはどっちも円錐になっている。じゃあそこの部分を切るということですね。AP が通過する部分っていうのは、要はここの円になっているので、この円錐を Z イコール1の部分で切ればいいということですね。これはすごくね、簡単だと思われます。というのも、円錐があって、円錐を地面に平行な面で切ったら、当然切り口は円になるじゃないですか。切り口が円になるときっていうのはどういうふうに考えればいいかっていうと、中心と半径さえ分かればいいんですよね。中心と半径を求めてあげようっていうふうになるわけですよ。つまり、z イコール1のところで切ってあげてるわけですね。z イコール1の時に切ってあげると、この円錐は当然、ちょっと半分のところで切ってるわけだから、円の中心はまず当然原点のところにあるはず。で、半径はって言ったら半分になってるはずですよね。これでもう簡単。括弧1はもうすぐできる。括弧1は、まず、これが S の切り口ですね。中心が原点にあって、半径が2分の1になってると。これ内部を含みますよ。S の切り口は。で、次 t のことを考えてあげると、これの円錐なんですが、当然ね、その半径については結局同じ2分の1ですよね。半径については同じと割合的に半分の大きさになってる。じゃあ中心はっつったら、中心については、この原点と A を結んだ部分の中心の部分に来てるはずですね。よろしいですか？じゃあここの部分は102っていうことを考えてあげると、もちろん X 座標上にここにあって、かつその距離っていうものはここが1だからここが2分の1になってるはずと。つまり t の方は中心が2分の1で半径が2分の1という感じですね。これが t と終わりという感じですね。これが切り口になってますよと。これが x 軸と y 軸に平行なところと。よろしいでしょうか。ここに関してはそんなに難しくない。で、問題は括弧2ですね。点 P が S。要はこの円錐全体を動くときに線分 AP が通過する部分の体積を求めようという問題なんですよ。なるほど。でもこれ、パッと見たときに、まずやることっていうのはすごくもう分かりやすいですよね。線分 AP が通過する部分。よくわかんないけど、立体っていうのは想像できなくていいんですよ。何が必要かっていうと、切り口が分かればいいんですね。切り口を積分してあげるということがすごく重要になってくるわけですよ。で、括弧1で、z イコール1みたいな感じで切ってあげてるってことは、誘導でどうせ z イコール k で切るんだろうな。これ z イコール k で切りたくなるじゃないですか。もう形的に。z イコール k で切ったらどう考えても円が出てくるっていうのは分かりやすくて、切り口を想像しやすいので、z イコール k で切ってあげると。っていうことが必要になってくるわけですね。あとは、括弧1と同じノリで考えてあげればいいというわけですね。まずどういうふうに考えていくかっていうと、まず底面に動く場合は、ここら辺で円ができるわけじゃないですか。同じように、線分、この点 P が S 上じゃなくて、例えば Z イコール T みたいな、ここの部分の周りを動く場合だってありますよね。
この場合はどうなっていくかっていうと、ここを中心とする半径なんとかの円っていう風になってるわけですよね。こんな感じで、どんどん円がこう動いていくというわけですね。で、最終的にはどこまで行くかっていうと、この z イコール k における s の切り口になってるわけですよ。ここまでは大丈夫ですかね。ここは要は円錐があると。円錐があって、ここの部分のうち、こう底面から順に A、ベーって当ててって、それの Z イコール K における切り口の部分を考えてあげる。次、こんな感じで、ちょっとその円を浮かせたものっていうものを順次 P で動かしてあげて、で、AP でこう当てていくっていうイメージですね。で、最終的にどこまでかっていうと、高さ Z イコール K の円をここでそのまま。だからこれ自身になるってことですね。っていうところのイメージまでは大丈夫でしょうか。じゃあ、それぞれにおいて何を考えてあげればいいかというと、これ、円の中心と半径なんですよね。よろしいでしょうか。で、中心に関して言うと、これもう、この切り口を見てあげると、どんどん、X 軸、これ上にあるのはわかるんですけど、本来だったら t の切り口の部分から、こっちにどんどん中心が近づいていってるっていうイメージですよね。よろしいですか？じゃあ半径はどうなのっていうことを考えればいいんですけど、半径実は常に一定なんですよね。ここに気づけるかがミソなんですよ。っていうのも、結局、その高さが k だったら、半径っていうところは、高さが k だったら、ここ2分の 2-k っていうところになってるんですけど、要は、もちろん、ここの部分の半径っていうものは2分の 2-k ですよね。高さの比で。2分の 2-k でここが求まるわけで、一方でこっちのね、P が S の底面を動く場合の切り口も2分の 2-k になるのは当たり前だなと。これは同じだなというのは分かってくれると思うんですよ。ここの半径も2分の 2-k というのは分かるわけなんだけど、その中間の部分はどうなってるかなっていうことを考えると、そこも2分の 2-k になってる。っていうのも、これ結局、宙に浮いてる部分からこういう風になっていくわけですね。ちょっともう一回書き直すと、こういうイメージですよね。で、本来だったらここだったり、あとこれ普通にこうやって切った場合はこういう大きさだったりするけれども、ここを一旦経由するとどうなるかっていうと、同じ割合なんですよ。っていうのも、例えば、ここ高さ1だとして、ここ A だとすると、ここの長さ A になりますよね。で、ここの長さが結局 K だとすると、ここの部分で考えてあげると、1の K、これどっちも K になるはずで、でも一旦 A 経由したところで、ここ A の A 分の K 倍で結局 K になるはずっていうことがわかるわけなんですよ。よろしいでしょうか？ということで結局、すべて円の半径については同じだというわけなんですね。で、かつ円の中心がこうやって近づいていってるっていうふうに考えてあげればいいというわけですね。あとは何が分かればいいかっていうと、これ z イコール k で切断した時のここの中心の座標と、あと円の半径ですよね。それが分かればあとはそれを積分してあげるだけだと。で、さっき言った通り、ここの高さが k で、ここの高さが2だから、円の半径、ここの部分が1ってことを考えると、ここの切り口での円の半径は2分の 2-k ですね。1-2分の k と。こんな感じで1-2分の k になってます。で、じゃあ、あとはここの部分の円の中心さえ分かればよくて、ここの x 座標が1っていうことを考えると、ちょっとこれずれてますね。本当はここに垂直なんですけど、ここが1ってことを考えると、これまた x 座標の方は、ここ2分の k ですよね。いう風になると。ここが k で、ここが2だからね。2分の k という風になると。つまり、ここが2分の k で、同じようにこういう円ができて、で、あとはこれが、ここの中心からここの中心にこの円自体が動いていくわけなんですね。その通過領域っていう風に考えればいいから、こういう風にできるというわけですよ。じゃあ、あとはこの断面積 S を求めてあげればもうよくて、これはもう簡単ですね。こういう風に区切ってあげれば、半円が2つ合わさって1つの円になると。はい、括弧1-2分の k の2乗っていうのがこことここの和で、あとここの部分の長方形の面積を求めてあげればいいと。これは2分の k かける1-2分の k の2倍ですね。縦かける方。で、あとはこれを積分してあげればいいんですね。面積 v、よって通過する v は、これ、k が0から2まで積分してあげればいいと。はい。あとは計算するだけですね。π の方は、こんな感じで積分できて、答えは3分の 2π 足す2と。こういう風にできるわけですね。もうこの問題に関してはもう基本に忠実にやっている。で、おそらくこの問題のポイントはさらっと流したんですけど、
円の中心と半径っていうものをちゃんと意識すると。もちろんその通過する部分体積を求めるときに Z イコール K で切断するっていうのはもう基本中の基本なんですけど、その時に、ここの部分でこうやって動く。要は常に半径が一緒になるっていうことが分かるためのポイント、目の着眼点っていうのは、切り口が円だったら注目するべきところっていうのは中心と半径だっていうところなんですよね。っていう風に中心と半径に常に目を配らせておけば、半径が一緒になるっていうのは気づけるはずなんですよ。だって、分かんなかったら計算して、一緒になるじゃんっていう風に、どっかのタイミングでは遅かれ早かれ必ず気づくわけですね。そうすれば、あとはもうこういう風な簡単な動きをするだけなので、断面積が求まり、それを積分するだけという風にできるわけですね。この問題は割と標準問題なので、しっかりとね、復習して、こういう考え方、円を見たら中心と半径を意識すればいいんだなっていうことをしっかりとね、学んでもらえたらいいなと思います。じゃあ、最後、第6問ですね。第6問は結構難しい問題っちゃ難しい問題ですね。でも割と方針が立っちゃえば意外とね、一本道だったりするので、しっかりとね、この誘導に乗っていくっていう方法を学んでもらえたらいいなと思います。じゃあ、括弧1。ラージ A、アルファを実数とするシータの方程式。こいつが考えると。A が1より大きいとき、この方程式は0以上 2π、1周期の間に少なくとも4個の解を持つことを示せという問題ですね。はい。これ、サインが2つあって、周期関数でってことですよね。今、この A と α があって、この A の部分が1より大きいですよっていうことですね。で、その時にこの方程式は少なくとも4個の解を持つことを示せ。こういう問題の時にどういうふうに考えていくかっていうことですね。これ、いろんなアプローチ方法があるんですよ。こういう問題の場合に。まずパッと思いつくのは定数分離ですよね。まず定数分離が思いつきそうだなという問題ですね。移行してサイン2シータで割ってあげると。ラージ A イコールサイン2シータ分のサインシータプラスアルファっていう形になる。で、そこをなんか微分とかしてとかやろうと思うと結構めんどくさくっていうかできないんですね。なんで今回できないかというと、このアルファが厄介じゃないですか。アルファも結局いろいろ動くので定数分離っていう感じにならないんですよね。だからそもそも定数分離の前提条件があまり適してないという意味で今回これは難しそうだ。じゃあ次の案として、それ自体を Fθ と置くと。これ Fθ と置いて微分して増減書いてあげて、で、それによって、その X 軸との交点が4個あるっていう風にすれば4つの解があるよっていう風に言えると。少なくともだから4つ以上交点を持てばいいというわけですね。はい。こういう場合もあるけども、全く同じ理由で α がもう厄介なんですね。じゃあちょっとどうしよう。グラフで考える。これがね、去年の東大理系入試の第5問だっけな、第4問間の問題でも全く同じことをさせてたので、グラフを考えるっていうのがすごく重要ですね。で、グラフを考えるっていうのは、要は A サイン2シータイコールサインシータプラスアルファっていう形にして、この2つのグラフの交点で考えてあげるわけですよ。これよく使う手法なのでね、しっかり押さえておいてほしいんですが、これを使ってあげるとどうなるかというと、じゃあまず A サイン2シータの方のグラフを書いてあげると、どういう風になるかというと、これがシータで、シータが0から 2π の範囲だったら、これが1周期で2周期分いくってことですよね。ここが 2π と。で、ここがマイナス AA ということですね。この範囲に収まってますよっていうことですよ。で、この A が1より大きいんですよね。で、サインシータプラスアルファ。ここで厄介なのが、アルファがもう自由に動くわけですよ。だから、出発地点がよくわかんないんですよ。出発点がどこであってもいいんですね。こことかでもあってもよくて、その場合、例えばこういう感じになるんですかね。こんな感じで、サインシータプラスアルファがあると。で、これが、こういう場合もあれば、こういう場合もあれば、こういう場合もあれば、もうどこからスタートしても、要は少なくとも常に4個の解を持つことを示せばいいというわけなんですね。自由に動くからいろんな場合があるな、嫌だなっていうふうに思うわけですよ。じゃあ、その時にどういうふうに考えていけばいいかということなんですけど、普遍的に解を持つ場所を探していけばいいんですね。その普遍的に解を持つ場所がなければ、基本的に、いろんな場合を考えてあげて、この場合はここに解を持つよねとかやってあげればいいんですよね。ただ今回の場合、何がいいかっていうと、まずそもそも少なくとも4個の解。この問題文的に、ちょっと1個ピンときてほしい定理があって、中間値の定理ですね。ありましたよね。なんか中間値の定理って名前だけなんか聞いたことあるぞみたいな感じ。でもこれ言ってること当たり前で、要は、ここの部分で片方負、片方正だったらその間にイコール0となるようなのがあるよね、みたいなそういうノリの当たり前の定理ですね。はい。ということで、ここの部分考えてあげると、要は、
何がいいかっていうと、ここの部分っていうのは絶対に、このサインシータプラスアルファより上だったり下にあるわけですよね。どう考えても。なぜかっていうと、A は1より大きくて、この青のサインシータプラスアルファのグラフは1、マイナス1以上1以下の範囲に収まってるわけだから、こいつらの点については、ちゃんともう挟んでるわけなんですよ。この曲線を。とすると、これ中間値の定理から、こことここを結んだところの間に必ず1個交点があると。1個以上交点がある。ここにも1個以上交点がある。ここにも1個以上交点がある。っていうのが確実に言えるわけですね。で、さらに、じゃあこことここはみたいな感じでどっちかに交点があるっていう風に言えればいいんですけど、ちょっとこれこのままだと、なんかね、せっかくこの中間値の定理でうまくいきそうなのに、ちょっともどかしいということで、ここの部分をこっちに平行移動してあげると。ここを平行移動してあげて、こっちに持っていってあげるわけですね。そうすると、はい、周期関数だからね、こういうことができるわけですよ。そうすると、こことここの部分で、ここの部分で挟んでるわけだから、ここに1個交点が絶対できるわけですね。こうやって交点ができる。で、ここに交点があるっていうことは、それを 2π 戻してあげたここにも交点があるというふうに逆にも考えてあげればいいというわけですね。だから、結論から言うと、4分の π、4分の 3π、4分の 5π、4分の 7π で、ちゃんと分けてあげて、そこの部分の間には必ず解がある。あと4分の 7π から4分の 9π の間にも解がある。で、もし4分の 7π から 2π の間に解を持つ場合はそのままでよくて、2π から4分の 9π の部分で交わってるんだったら、それの解を 2π 減らしたもの、0から4分の π の間の範囲で必ず解を持つっていうことが言えるから、その少なくとも4個の解を持つことが示されました。っていうので終わりですね。よろしいでしょうか。このね、流れをね、しっかりとね、押さえておいてくださいね。これ、丸1、丸2、丸3の順番で考えるって言ってるわけではなくて、丸3からちゃんと考えられるようにもしてほしいですね。グラフを考えると。今回、丸3が答えだったから、あえて最後に持ってきたんですけど、しっかりと、丸1、丸2、丸3、常に全方向から見えるようにしておくということがすごく重要です。で、その時に、中間値の定理っていうものがあったなっていうことを、なんとなく、頭の片隅に入れておいてもらえると、その見方で、このグラフを見ることができると。これね、定理としてはめちゃくちゃ当たり前のことを言ってるように見えるんですね。高校数学の観点からするとめちゃくちゃ当たり前のことを言ってんじゃないかなっていうふうに思ってしまうんですよね。でも、そういう定理があることによって、そういう目で見れるんですね、グラフを。要は知らなかったら、そういう当たり前の観点でそのグラフを見ることができない。要は、その下回ってる部分っていうものを着目しよう、どっかあるかなっていうふうな、それを探すっていうことがそもそもできないっていうことで、こういうのがあるっていう存在を頭の片隅に入れておくだけで、問題を解く際の助けになるということなんですね。よろしいでしょうか。ということで、カッコ2に移ります。カッコ1はね、カッコ2の巧みな誘導なんですよ。だってね、どう考えても誘導じゃないですか、こんな。もうね、全く関係のなさそうな問題で、でも、ね、カッコ1、カッコ2で置いて、みたいなので、カッコ1だけポンとなんかあって、みたいな。どう考えても誘導。もうカッコ2とかね、全く文章も、さーっと斜め読みしただけで、まあどうせこれカッコ1使うんでしょっていうのはわかるはず。だから絶対どっかで使うんだっていうことを常に意識しましょう。過去に座標平面上の楕円 C を考えると。C があります。こういうやつですね。で、ここはルートに1と。で、これが C。で、0から1の範囲にある R についてを満たす実数 R に対して不等式 2x2 乗プラス y 2乗小なりイコール R 以上。だからこんな感じですね。小なりイコールだから、これ内部のみと。が表す領域を D とする。なるほど。D 内のすべての点 P が以下の条件を満たすような実数 R が存在することを示せ。だからすべての点 P、点 P っていうものがあって、すべての点 P において、この条件を満たしてほしいと。またそのような R の最大値を求めよう。C 上の点 Q で、C 上の点 Q があって、Q における C の接線、Q における C の接線と PQ、これか。が直行するもの。なるほど。が少なくとも4個ある。4個。なんかカッコ1。これ使えたことか。っていうことですね。はい。で、4個あるような条件を求めてください。つまり、この条件をちゃんと言い換えましょうね。もうこの条件パッと見て、どういうふうに、P から P で Q があって、なんだ、わかんねえなっていうことになると思うんですけど、これ要は簡単で、Q っていうものがあったら接線引いてあげて、P ってその垂直な線、これ放線って言いますよね。この放線が P を通ってるということですよね。放線が P。P が放線上にあるっていうことですね。となるようなものが少なくとも4個あるということなんですよ。つまり、その P を通るような放線が4つあるっ
っていうことが必要なわけですね。っていうようなのが点 P であって、その点 P が D 内の全ての点 P で満たすと。つまりこの D 内のこの範囲においては、どの点を選んだとしても、あ、ここの部分は、この方線とこの方線とこの方線とこの方線が通りますよっていうふうに、4つ以上通る方線が存在すればいいというわけですね。で、そのような実数 R が存在することを示せばいいと。で、その R の最大値。確かに R がどんどん大きくなっていくと、単純に D が膨れ上がっていくんですよ、これ。この R の部分が大きくなっていくわけだから、この楕円自体がどんどん膨れ上がっていきますよね。楕円が膨らんでいく過程で、そのような、この条件を満たすような点じゃない点を含むようになってしまうということなんですね。なるほど、そういうことかというわけなんですよ。じゃあどういうふうに考えていけばいいかっていうと、これも教科書に載ってる問題と同じように考えていけばいいんですね。どういうことかっていうと、こういう問題って見たことあるじゃないですか。3次関数がある。この3次関数から例えば点 PQ から接線を引きます。この接線の本数が3本引けるような PQ の条件を求めようみたいな。こういう問題あるじゃないですか。3本接線引く。これと全く同じじゃないですかね。この楕円から方線を4本引くってことですよ。っていう風に考えると全く同じなんですよね。構造として。そうすると、この場合何やったかなっていうと、接点から考えて、接点のパラメータ t と置いてあげて、それが PQ を取るんです。接線の方程式を t を用いて表して、PQ を通るって代入してあげて、それを満たす t が3つあるっていう風にやったと。これ全く一緒。ここの点 Q の部分のパラメータを何かで置いてあげて、であとはこの方線の方程式を求めてあげて、それがこの中の点を通りますよ、ラージ X、ラージ Y を通りますよっていう風に言えば、これでもできるわけなんですよね。で、それが、そのパラメータ、何かしらで置いたパラメータ、今回シータなんですけど、そのシータが4つあればいいということなんですね。全く一緒。だから、これとこれが構造として一緒なんだっていうことをしっかり見極めるっていうのが、ちゃんと、この問題の本質を見抜くということなんですね。よろしいでしょうか。じゃあ、あとはどういうふうに考えていけばいいかということなんですが、Q の点をパラメータとして置きたい。で、その時に接線の方程式として置いていきたいっていうことなんですが、どう置きますかパラメータ。楕円状のパラメータ。もうこれ、もう一つですよね。で、しかも、カッコ1で、これをね、匂わせてるって時点でもうね、こう置いてくださいって言ってるようなもんなんですよ。はい、ズバリ、Q をルートにコサインシータ、サインシータというふうに置いてあげるというわけですね。もう楕円のパラメータの置き方、a2 乗分の x2 乗プラス b2 乗分の y2 乗イコール1は、x イコール a コサインシータ、y イコール b サインシータと置いてあげる。これはもう鉄板の置き方ですね。これをしてあげて、あとはこの方線の方程式を求めてあげると。楕円の接線の公式あるじゃないですか。楕円の接線は、この x2 乗と y2 乗があって、x2 乗のうちの片方の x をこのルートにコサインシータに置き換えてあげる、y2 乗の片方の y をサインシータに置き換えてあげるっていう風にすればできるわけですよね。2分のルートにコサインシータ x と足すサインシータ y イコール1と。こういう風にできるわけなんですよね。これは大丈夫ですかね。これが接線。じゃあ次何しなきゃいけないかというと、方線を求めなきゃいけない。つまり、これに垂直な直線を考えてあげるっていう風にすると、サインシータ ×x 引く2分のルートにコサインシータ y イコールなんとかっていう形にすればいいというわけですね。よろしいでしょうか。要は、これを入れ替えてあげて、片方符号をマイナスにしてあげればいいというわけですね。これ内積が0になるというわけですよ。で、イコール k なんですけど、通る1点がルートにコサインシータ、サインシータだから、この x にルートにコサインシータ、この y にサインシータを入れてあげたものが出てくるわけですね。ルートにコサインシータ、サインシータってやつと、引く2分のルートにコサインシータ、サインシータ。こういう風になるわけですね。よって、ここの部分は、2分のルートにコサインシータ、サインシータ。2分のルートにコサインシータ、サインシータこれ2分の1サイン2シータとして置いちゃいましょう。なんでそうやって置くのっていうことなんですけど、なんでだと思いますか？はい、カッコ1があるから。もうサイン2シータ、これもう伏線ですよ、完全に。伏線。こういう風にするんだろうなっていう伏線ですね。はい。これそのままとして残しておいて、これっぽい感じになったら、その時に出してくれればいいんですけど、もうとにかくこれでいけると。ということで、その方線の方程式っていうのは、パラメータをルートにコサインシータ、サインシータという風に置いてあげた時の方線の方程式は、サインシータ x 引く2分のルートにコサインシータ y イコール4分のルートにサイン2シータというふうに置けるわけであって、これがどうなるかっていうと、これが領域 D 内の部分を通ってるわけですね。
この領域 D 内の点をラージ X ラージ Y として置いてあげましょう。このラージ X ラージ Y がここを通ると。つまり、はい、このように置けるわけですね。よろしいでしょうか。で、これを満たすシータが4つあればいいんですね。4つ以上。こういう条件である必要があるわけですよ。このラージ X ラージ Y は。で、それがしかも 2x2 乗プラス y2 乗小なり r2 乗が表す領域 D に含まれるすべての点において成り立つってことは、言い換えると、はい。2ラージ x2 乗プラス y2 乗小なり r2 乗を満たすすべてのラージ x ラージ y において、こいつが、もう満たすシータが4つあれば良いと。こういう条件を考えてあげればいいということが今回の問題の本質になるわけですね。よろしいでしょうか。あとはどういうふうに考えてあげればいいかっていうことなんですけど、これですよ、カッコ1。なんかもうカッコ1使ってくださいって言ってるじゃないですか、もう呼びかけてくるんですよ。これね、呼びかけてくる。ということは、はい、a サイン2シータ引くサインシータプラスアルファイコール0の形にしたい。で、これ、ラージ X ラージ Y っていうのは定数なんですね。これ、1個の点を考えてあげてるわけだから、ラージ X ラージ Y は定数として今回見てるわけで、そうすると、ここのサインシータとコサインシータ、これ合成すればサインシータプラスアルファっていうのが出せる。で、なんか移行してあげて、係数の部分は、このサインシータプラスアルファの前を1にしてあげれば、いい感じにこういう形にできるなっていうのがもう見え見えなんですね。はい、もうあとはもう簡単ですよ。これ4分のルート2サイン2シータ引く、これですね。これの合成。これの合成っていうと、ルート x の2乗プラス2分の y2 乗か。で、サインカッコシータプラスアルファ。で、このアルファの部分っていうものは、タンジェントアルファが x 分のマイナス2ルート 2y になるようなアルファということですね。ここでちょっと頭の片隅に入れてほしいのが、ラージ X とラージ Y っていうものは、この D 内をすべてぐるーっと動くわけであって、このラージ X、ラージ Y、要は一周するわけじゃないですか。ラージ X 分のラージ Y っていうものは、すべての値を取り得るわけですね。傾きとして。そうすると、このアルファの値も2の値を取り得るっていうことに注意してください。これは2の値を取り得ると。ラージ X、ラージ Y の変化により、要は0から2の値を取り得る。これは頭の片隅に入れといてもらって、とにかく、これイコール4分のルート2サイン2シータ、イコール0か。という形にできる。よって、この形に揃えたいから、これで割ってあげればいいですね。割ってあげると、こういう値に、こういう式になるわけですね。じゃあ、これを満たすシータが4つあるというふうに言えればいいわけだから、まず少なくとも1つ目。はい、カッコ1。ラージ A 大なり1の時は、この間に少なくとも4個の解を持つというふうに言えるわけですね。よろしいですか？つまり、これ大なり1の場合は、必ず4つ解を持つと。すなわち、これ変形すると、2ラージ x2 乗プラス y2 乗っていうものが4分の1より小さい時。この場合は、必ずシータが4つ存在しますよっていうふうに言えるわけですね。ここの間だったら絶対に存在すると。で、これは境界含まない。じゃあ、2x2 乗プラス y2 乗小なり r2 乗が表す領域を D とするっていう場合において、少なくとも、この r が2分の1以下だった場合、これ r イコール2分の1以下だった場合は、r イコール2分の1っていうのは全く同じ、ここの表す領域と同じような形を取るので、要は、この中っていうものは絶対、この条件を全て満たしますよねってことが言えるわけだから、少なくとも r イコール2分の1っていうものは、解に持つというわけですね。r イコール2分の1以下のものは全て解に持つってことですね。ここまでは大丈夫でしょうか？ということで、この前半の存在することを示せは OK と。じゃあ、R の最大値を求めようっていうことを求めなきゃいけなくて、これぶっちゃけ2分の1臭いですよね。カッコ1の誘導を使い切って2分の1、ここは OK ですよっていう風にすると。つまり、言い換えれば、いや、これはね、2分の1臭いくないって思ってるんだったら、その理由としては、本当にカッコ1の誘導を使った上で、こういうね、式が出て、2分の1っていうのを出してるわけだから、これであってほしいんですよ。で、むしろしかもかなり条件として厳しいですよね。要は、ここから楕円広げたら、その広がった分の全ての点においてこれを満たさなきゃいけないというわけで、条件も厳しそうだし、2分の1でしょ、普通に。っていうことなんですね。
その感覚はちゃんと持っておいてください。R が2分の1より大きいときは満たさないものがあると。要は、R が2分の1より大きいときにこう溢れるじゃないですか。この溢れた部分で満たさないものがあるよっていうことが一つでも言えれば、この R が2分の1の時が最大というふうに確定するわけですね。よろしいでしょうか。じゃあ満たさないものがあるっていうふうにどうやって考えればいいんだろうっていうことなんですけど、これは R が2分の1の時どういう時かというと、ここの部分が1の時ですよね。ささと。だから sin2θ 引く sinθ プラス α イコール0っていうふうになる場合なんですよ。よろしいでしょうか。で、この α の部分っていうものはこのラージ X とラージ Y の値によって変わるわけなんだけども、α の値っていうものは2の値を取れちゃうわけなんですね。だから、この α にどんな値入れたとしても少なくとも4個の解を持つかっていうことで、イエスって言えなきゃいけないわけなんですね。よろしいでしょうか。ということで、あとは、sin2θ 引く sinθ カッコ α イコール0の場合で、解が4つある場合じゃない場合があるっていうことを1箇所でも言えればもうその時点で勝ちというわけですね。で、sin2θ っていうものが先ほど書いてあげればよくて、こんな感じ。で、sinθ プラス α をここに当てていくわけなんですけど、もうね、これ、大きさが1、高さが揃っちゃってる時点で、ちょっとね、もうね、あれなんですよ。例えば sinθ プラス α をこういう風に当ててしまうと、こんな感じで当てると。いや、ここの値が1、サインの値が1となるようなとこで重ねちゃうと、交点がこういう感じで3つになっちゃうわけですね。0から 2π の範囲で。っていうことで、4つある場合、必ずしも4つあるとは限らない。アルファの値をちょっとうまくずらしてあげれば、必ず4つ持つとは言えなくなってしまうから、結果として今回の場合、R を2分の1よりちょっとでも広げちゃうと、こういうような場合が出てきうるという風になってしまう。よって答えは R イコール2分の1の時は最大値ですよっていう風に言えるということですね。はい。第6問の問題については、非常にね、面白い問題ですね。そもそも。カッコ1のいかにもよくわからないなんだっていうような問題。しかもそれをグラフで当てて、ちょっと中間値の定理っぽい感じで証明させるということをした上で、カッコ2の楕円とその方線の個数ですよね。方線通る。で、その時にこの超典型問題。この超典型問題とパラレルに全く同じことすればいいよね。しかもカッコ1っていうものを流用すると、これね、ルートにコサインシータ、サインシータっていうものをうまく使ってあげると。このパラメータの置き方をするのは当たり前だよね。あとは同じように計算してあげてねっていうこと。で、その上でカッコ1をうまく使ってあげるように式変形、形を揃えてあげる。で、うまくやると。で、R イコール2分の1っていうのは出たところで、あとは R が2分の1より大きい場合は出ないと。満たし得ないんだよっていうことをしっかりと説明してあげるっていうね、この流れ、ものすごくね、面白い問題で、すごくね、思考力も鍛えられるのかなと思うので、しっかりこういう問題を見て、なるほど、応用問題っていうのはこういう切り口で、基本問題の積み重ねで、しかもかつ基本問題のその本質の部分を抽出して初めてできるようになるんだなっていうことを実感してもらえると、この問題、すごくね、学ぶ意味があるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回ね、東大理系数学6問解説してきたわけなんですけど、結構ね、面白い問題も多くて、割とパターン問題が多い。パターン問題多いけども、ちゃんとそこに思考力を乗っけていくということが必要な問題たちで、すごくね、両問揃いというふうに言えるので、すごく学ぶことが多いと思うので、ぜひ普段の学習に活かしてもらえたらいいなと思います。ということで、ためになったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。